ギュラーラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。よすけお、どうした兄ちゃん。俺うんロボット作っちまったんだよ。ロボット？これが世の中に普及したら間違いなく革命が起きるぞ。それはすごいね。どんな見た目？どんなあれ？機能なの？まずは機能なんだけどよ、うん人手が足りない飲食店で使ってほしいっていう思いからああ大事だね。自動でお客さんの元に料理運んで、うんお客さんが受け取ったら受け取りボタンみたいなのあるだろ、うん押してもらって厨房に戻る、うんそんな機能だ。見た目がなうん円柱でうん4段の大きなトレイがついてて、うんみんなに愛されるような猫猫の要素。猫でしょ。どういうことだお前。うんお前なんでそれ。いや申し訳ないんだけど、おうそれもうあるよ。お前まさかそれお前ねえだろ。いや開発じゃなくてねえよパクリです。お前はい嘘だろお前。お疲れでした。もう構想から開発までも10年かかってんだよおいや前こっち。いやまあでもね、ここまででも10年かけた努力は本物だからさ、また別のさいやロボット作っておいマジかよ。今度は革命を起こそうよ。マジかよ、たら本気出せんだから次はいお前ける。最悪だよお前。俺の10年お前何だったんだよいやお前。もうそんなマジかよ。そんなさ話変わるけどさ、俺の知り合いのあの子いるじゃん。なんかあの子覚えてる？覚えてねえよ。兄ちゃんとご飯行きたいってよ。お前その話詳しく聞かせてくれよ。いやなんかね飯食ってケーキ食べたいって言ってたよ。作ってやるよお持ち帰りボタン押させてくれよそんなボタンねえよ。そのよすけに教えてやろう、はい、しっかりうん、耳すわせて聞くんだぞ。今日の掛け声はこれだ。おほおおほお、うん分かったかこれで番組教育始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん、まもなくです。もう番組始まるじゃねえか。3秒以内にさっき教えた掛け声叫ぶんだロボットこんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイアボーカル陽介と、ドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である、福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのバサラカをお送りしていきます。これは、はいこれははいはいはい。舐めすぎだよ。そうね、スタッフにお持ち帰りボタンだ舐めすぎこれはわかるよね舐めこれはわかるよね。これじゃああれだよ多分陽介があまりにも母音を聞き取れないから母音リップスだから気使わせたね、はい、正解はロボットです、はい、いやもうね、これは当てていいのかいけないのかってもう考え出したよね。そっちでだからトロッコとか言うのかなだったけどこれはわかりますね。ね、ということで、うんラジオネームボールさん、はい、ありがとうございます。よすけさん、ケットさん、こんばんは。こんばんは初めてメッセージを送ります、久しぶりに食べたらこんな美味しかったっけという食べ物ありますよね、私これの1位はチキンラーメンだと思うんですが、はい2人はどう思いますか？俺ねこれあった最近。何？チキンステーキのおー、俺基本皮食べないからチキンのはい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 。自分でチキンのステーキを作ってもそれもも肉？もも肉、うんもも肉を皮をパリッパリに焼き上げるわけ。うん作るのは全力だから、でパリッパリに焼き上げていい感じに作って皮を全部剥がすね俺でそれもなんだろうほんと数年ずっとそんな食べてたからいや久しぶりに皮も食べてみようかなと思ってしっかり作ってしっかり食べたらしっかり美味しかったうまっと思っていやうまいなやっぱりみたいな。いや俺はね、米食べれてなかったから白いご飯こんな美味しいっけってうめえと思ったね。確かに美味しいよね。なんかそれはある。ちょっとしたさ、近くにさ、うん韓国料理屋があって、はいはいはいそこが出してるさ、うん韓国海苔の佃煮みたいあなもう美味しそう瓶で売って。
でそこで買った佃煮と白ご飯を久々に食べた、一番うまかったね。じゃあ病院食がねちょっとねやっぱねちょっと質素なねものだからねしょうがないですねそれは。いやでもね、今ねお米いろいろあれだって、はい、食べれるうちに食べとか食べれますよこれきっと大丈夫です。まだ来てます。あやぴさん、はい、陽介さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。いつも夫と2人で楽しく拝聴しております、はい、先日衝撃的なことが起きたのでお二人に聞いていただきたく、初めてメールさせていただきました、仕事帰りに横断歩道で信号待ちをしていたところ、向かいの道のに上空からパーンという音とともに黒っぽい何かがすごい勢いで落下してきました。横断歩道を渡って落ちてきたものを確認したところ、なんと生き絶えた鳥でした。あら、障害物もなかったのでおそらく急に死んでしまった鳥が落ちてきたのだと思いますが、30年生きてきて初めての体験だったので、落ちてきた音と、亡骸が頭から離れずしばらく引きずってしまいました、お二人が今まで急に目の前に落ちてきて一番びっくりしたものは何ですか？あれば教えてください。ちょっとこれを超えるエピソード持ってねえな。そんなパーンって死ぬ？いやだから多分飛んでる最中に急死しちゃったか、で多分さ、電線とか、いや電線程度だったら多分パーンって音しないと思う。バサッくらいだと思う。だって電線に止まったりしてるよ。だから多分飛んでる最中に落ちちゃったか、それから上空で飛行機とかにぶつかってすごい上空から落ちてきたかだよね。これ危なかったね。でもこれ危ないね。普通にぶつかってたら大怪我するよね、人間が。いや引きずるよ、それ怖いよ。落ちてきたものか、もうほんと鳥の糞ぐらいしかないからな、目の前落ちてきたでいうと。そうだよね。なんか、ないな。俺もでもね、落ちる様を見たことは鳥の鳥のいやなんかね弱いなエピソード。中学生ぐらいの時に友達と一緒に朝学校行ってたの、で上にカラスが飛んでて、なんかこいつうんこしそうだなと思って見てたの、おーって飛んできたの。すごっ。やばって俺がバッて避けたら友達は見てないから友達の頭にバチャッかかって、そのまま一元いけなかった。なるほど弱いなちょっとね、あやぴさんのね、エピソードが強すぎるねこれは。まあでも気をつけてくださいよね。上も注意ってことだね、やっぱり。ほんとそう思う。はい、番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka@fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください、番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイアのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイアのバサラカ、お送りした曲はスパイアで Just Like This 2024よりジャパニケーションでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。このコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いてことを送ってもらうコーナーです。僕らは決してあんたの話しようなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください。ということで今週も反省した方がいい反省した方がいいはい、だいぶ準備してなかったなと思って、はい、ラジオネームケンティさん。はい、おケンティありがとう。僕の友達の学生時代に起きた睡眠にまつわる失敗談を聞いてほしいです、僕の友達はある日いつも通りのバイトを終え19時頃地下鉄に乗っていました、最寄りの駅まであと数駅、少しだけ仮眠しようかと目をつむったのです、しばらくして目を開け、さあ降りるかと席を立とうとした時、聞き慣れない駅名とこの電車は終電ですというアナウンスこう見上げてくるぐわーっとした嫌な予感アナウンスに従い電車を降りて地上に出ると、辺りは暗闇に包まれた見知らぬ土地。怖。そう、彼は自分の家とは真反対の終着駅に終電で着いてしまったんです。最悪だねそれは。スマホを見ると時刻は24時を回っていました。あまりの緊急事態で逆に冷静になった友達、 Google マップで調べて途中にある仙台駅まで2時間弱歩き、駅近くのマックで朝を迎えました。うわすごっ。始発で家まで帰り、その日の大学になんとか行くことができたのでした、その友達は以前にも大学の図書館で仮眠していたら閉館時間を過ぎて誰もいない真っ暗闇の図書館に取り残されたこともあるそうです。陽介くん、健太さん、寝過ごしには十分注意してくださいケンティ気をつけ
けろ。ケンティの友達。あ、そうかそうか。ケンティの友達ね。怖っ。19時頃に乗って相当寝たね。だから5時間ぐらい寝てたってことでしょ。うん、まあ多分5時間走り続ける電車ってあんの？行ったり来たりしてんのよ。だから鈍行だと終点に着いてそのまま引き返すときに、じゃああれなのか、ケンティはうん、一応大内方面の電車には乗ってたんだ。乗ってたんだけど、通通り過ぎてさらにまず奥まで終点に行きました。でそっから折り返しの電車でまた終点に違うの終点に行ったってことだ。すげえな。気をつけてマジで。これはちょっと気をつけてください。ね、危ないかも。無駄な時間、多いよそれは。すごいしてる。もう一件さらに来ております。はい。ラジオネームたくみさん。高見さん、ありがとうございます。陽介&健太のお二人、こんばんは。はい。友達の話を聞いてください。友達が高3になって車の免許を取りに行った時の話です。はい。友達が通っていた自動車学校は少し柄の悪い学生やお兄さんたちが多いところで、はいはい。友達も舐められないように少しだけ肩で風を切るように歩いていました。そのおかげか特に喧嘩を売られたり絡まれたりすることはなく、学科教習も終わろうとしていました。そんなある日、隣に座ったお兄さんたちが乗りたい車について熱く話を合っていました。その中で一人だけダサい車種を言ったのか、めちゃくちゃバカにされ始めました。それが横でヒートアップしていき、友達はお兄さんからこいつさ〇〇に乗りたいらしい、全然似合ってないよな、ちなみにお前は何に乗りたいと言われました。友達は変に巻き込まれたくない、ただ舐められたら終わる、いいラインの車種と頭をフル回転させ、俺はハイエース、それでめっちゃ改造すると答えました。するとお兄さんはそういうのいいよな、ハイエースの後ろとかいじるのいいよなと交換し、なんとか難を逃れることができました。その後は何事もなく卒業できました。今は普通の軽自動車に乗っていますがハイエースにはめっちゃ感謝しています。かわいいね。いいね、いいですね。18歳ぐらいか、うん、18歳の頭をフル回転してハイエース出したんだ。すげえいいところだと思う、ね、ハイエースはもう分かる人にはね分かるよね。しかも車乗りたいって思った時に、結構やっぱハイエースっていろんな選択肢が出てくるから、いろんな年代に刺さるんだよね。でそのハイエースに別に乗りたくない人も、ハイエースの良さって大体知ってるから、ハイエース改造したいって言われたら、いいねってなるんで、やっぱ一番いいと思うハイエースって。でもさ、駐車むずいイメージ。それ慣れる。いや俺だから、俺もさ前のバンドの時さハイエースで回ってたのよ、で一回もうねめちゃくちゃ細い駐車場に、入ったの、だ空いてなくて一通の道路からこう入るとこで、やっべえってなって15分ぐらいかけてその駐車場を出た記憶がまあね、独特よねハイエースは特に運転。でもなんか高速とか運転しやすいよね。運転しやすい、やっぱりバンタイプだからさ、四角いじゃん。鼻金ないからね。そう、だからすごいさ見やすいしさ、運転のその距離感もさ、しやすいから、運転するのは好きだったし、あとサイドブレーキの解除の仕方が俺好きなのよ。今って足じゃないの？いや俺の時はね手でレバー引いて、レバー、そうだそうだレバー引いて、ボタンを押しながらちょっとくるっと回転させて、ガチャンってあれする。あれ結構好きでね、何もない駐車場とか止まってる時にあれだけジャンってあれなんかロマンあるよね。そうあれいいんだよ意外と。わかるわ。でもだからあれなんでしょう、キャンピングカーとかにしてる人多いんでしょ。多い、めっちゃ多い。後ろやっぱいじっていろんなものに使うから。ハイエースで住んでる人とかもいるよね。いる。キャンピングカーにしちゃったら住めるからね、あれ。普通にめちゃくちゃでかいから。なるほどね。いやとてもすごいナイスチョイスね、だったと思います。ということでこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕らはあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話を教えてください。皆さんが友達から聞いた話をお待ちしております。それでは今日はラジオネームたくみさんの友達の話からこちらを選曲しました、バンバンバザールで走れハイエース。スパイエアのバサラカ。お送りした曲はバンバンバザールで走れハイエースでした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です。今週もお悩みいただいております。ラジオネームはなさん。ありがとうございます。
ケントさん、陽介くん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しいラジオありがとうございます。陽介くん大変でしたね。ゆっくりしっかり直してくださいね。みんな次を待ってるから大丈夫です。最近理解力記憶力がなくなってて、免許証の更新に行って記名したら、1番の窓口に並んでくださいって言われたのに、2番だったかなと別のレーンに並んで時間のロスをするというミス、それからリバースの英語の歌詞で私はあなたの光になりましょうのところをあなたは正しいライトだと思い込んで毎回泣いてました、どうしたらこの記憶力と理解力の低下を防げるのでしょうか。勉強っていうか、多分人の話をちゃんと聞くじゃないこれ。ああ、そうだね。そう、多分ね、聞いてないんだと思う、単純に。いや、聞いてるんだけど、いろんな情報がその後に駆け巡っちゃって忘れちゃうみたいな、そういうことなのかな。なんかね、最近多いらしいよ。今何しようとしてたっけ、今何しようとしてたっけって割とね、今その現代病っぽい。それはもう情報量が多いからってこと？多分だし、次あれしようと思って、でもその間に携帯見て何かこう、また違う情報が目に入っちゃったりしたら、ああ、なるほどね。あれなんだっけ、確かにそれはあるかも。じゃあもうスマホ見ないだね。いやでも一番手っ取り早くない？いや、まあまあそうだね。何かするときは携帯を見ない。そうだね。だからできるだけその場に、例えば免許の更新に行ったのならば、免許の更新をすることにまず集中するとかね、だからとりあえずその何をしにここに来たのかとか、今何をしようとしてるのかみたいなのをまずは一番多分ね、おもろいな今もこれ。集中する。なんだろう、今6歳ぐらいに話してるよ。まず集中してここにっつって一個一個やるのみたいな。まあ理解力、このさ、歌詞をこれはでもしょうがないと思う。しょうがない、それだって発音も一緒だし、それも別にしょうがないと思う。それはたまたま間違えちゃったっていうだけだから。歌詞のをちゃんとその場で見て、その場で意味してなかったっていうだけだから。でも泣けてるんだから正解じゃ正解です。いいんだよ、いいんだよそれで。はい、頑張ってください。はい、まだまだ来ております。ラジオネームゆいゆいです。ゆいゆいさん、ケントさん、陽介さん、こんばんは。ゆいゆいと申します。今回はお悩み相談をしたくてメッセージを送らせていただきました。最近子供が初めての習い事スポーツを始め、新たなチャレンジが始まり、日々奮闘しております。子供もとても楽しんで参加しており、始めてよかったと一安心。ただ私、新たな人と関わることが少し苦手なのと、環境が変わると周囲が気になりすぎて自分がしんどくなってしまうんです。習い事でも監督や指導者さん、先輩ママさんなど皆さんの顔色を伺ってしまったり、ふと発せられた言葉の意味を深読みしてしまったり、気にしすぎて正直めちゃくちゃしんどいんです。胃に穴が開きそうなぐらいです。気にしすぎても仕方ないことは十分承知なのですが、どうしても気にしてしまいます。過去に仕事で移動があった時も気にしすぎて体調を崩してしまうこともありました。そこでお二人に相談です。健太さん、陽介さんは仕事柄たくさんの人と関わる機会が多いと思うのですが、新たな出会いの方との関係性の築き方はどのようにされていますか？また人の顔色ばかり気にする場合はどうすれば考えすぎずいられると思いますか？もしよければアドバイスいただけると嬉しいですと。一言で言えば気にしないって済んじゃうんだけど、そうだね、難しいよね、その立場というかさ。いや確かに、まあね、これもこれでさ、ママさん社会もあるわけじゃん。そうなんだよね。で、子供さんのことだからさ、その習い事の周りのさ関係値っていうのはまあ俺らじゃ分かんないしさ、でそこから逃げることもできないじゃんやっぱ、でそこをねおろそかにしちゃうと今度子供がねかわいそうになっちゃうしさ、でも俺もどっちかっていうと気にしいなの、周りのその空気感とか顔色って、だから俺はもう諦めてる、それは。その新しいなんかこう関係値だから、俺らとかだとさ、なんかこう飲み会があったりとかご飯行くとかそういう時にいろんな人と会うわけじゃん、覚えない俺はもう。だからそもそも覚える気がないスタンスで行って、次また何かこうご縁がある人は必ずどっかで会うと思ってるね。だから3回目2回目会った人は正直縁がある人だなって思うの、だから1回目は覚えない、で2回目会いましたねっていう人はそこで初めて覚えようと努力する、で3回目ここで覚えるって俺はしてるから、
でもゆうさんあれが違うんだよね、絶対にいる人たちの中だから、そっか、またちょっと話が違うよね。違う。でもここはもう頑張るしかないんじゃないかいやーでも胃に穴は開けちゃダメだよ、であと一個自分から話題を振らない方法っていうのは一個ある、俺は。全部聞き手に回る。ああ、それいいんじゃない。そうするとなんかね、こう自分が別に発しなくてもいいから、とても楽というか、で何か言ってきたらそれってどういうことですかってすぐ返しちゃう、この先輩ママさんとかさ、指導者の方とか、となんかこう話さなきゃいけない時も、なんかこう何曜日はここでこういうことがあるんだよねって言われた時に、自分からネタを提供しようとするとめっちゃストレスかかるじゃん。そうだね、何をって、何を言おうってなっちゃうけど、でもじゃあそういう何曜日にこういうことをやるんだよね、なぜって聞けばいいだけなの。それなんでって聞くと、こういう場合って向こうが多分1の質問に対して5ぐらい返してきてくれるから、これってこういう理由があってこうなんだよねみたいな、そうなんですね、じゃあこれはなぜって、要はこうなぜを繰り返す。なんかあれだよね、だから聞き手のコツって、相手の言いたいことを先読みするみたいな感じだよね。だから相手が、こういう理由で今こういうことやってんだよね、っていう理由は一旦伏せて、今こういうことしてんだよねって話すじゃん、でそれはなぜかって言われたら、それを話すってことはなんでかっていうとは、その理由を話したいわけじゃん。そうだね、自分が開発したこの練習メニューが効果的でみたいなさ、そういうのを話したがってるんだな、この人はみたいな感じで思ったら、言われる大まかなことっていうのは、予測はつくんだけど、あえて聞くことでその人がね、そういう人ってさ、自分がそういうことを他人に喋ることが、ちょっとした快感に感じる人もいるじゃない、だからそれを分かった上で聞き手に回るっていうのも一個なんかいいのかもしれないし、だし聞き手に回るの楽よ。楽だよね、だって自分が情報を提供しなくていいんだから、だし逆に話し手になる方が楽な人もいるから、だから見極めだね、まずね。でもゆうさんの性格だったら多分聞き手に回った方が楽、絶対楽だと思う。だから、そこまで深く考えずに、だから気にしいなんだってアホだな考えなくていいようにするにはさ、やっぱりこう聞き手に回るが一番だと思う俺は、で嫌われることないし、聞き上手って、でもこれはもうね、頑張ってくれとしか言いようがないな。このそうだね、環境も変えられないね、あるからね、ちょっと聞き手に回ろう、頑張って。これはちょっとママとしての宿命だと思う、かもしれない。頑張ってください。い。番組では皆さんからのお悩み募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集しておりますので、気負わず送ってみてください。皆さんからのお悩みお待ちしております。スパイアのバサラカ、お送りしているのはスパイアで青です。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングですということで、はい、アホでしたね。アホでしたねなんか改めて思った、アホな発言とか、アホな言動をするときって、自分では、アホって認識してないんだな。それはそうだよ。だってもう正しいと思って話してるのたら、アホだねいや、いいね、それが良さなのよ。そうだね、いいね、それで。そんなアホな、僕のライブを見に来てください行きたくないよそんなアホな僕のライブでアホにしか出せないかっこよさがあるからね。かっこよさもあるし、アホにしか出せない説得力もあるから、それはね、ぜひ現場で皆さんの目と耳とかで確認してほしいですね、ください。Just Like This 2025があります、日程は9月27日土曜日、28日日曜日の 2days です、会場は山梨県川口湖ステラシアターです。 Day1 は、Just Like This をテーマに、Day2 は歴代アニメソングをテーマに2日間異なるセットリストでお届けいたします。チケットは何とかしてゲットしてください。お願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp、 basaraka @fm 福岡 .jp、 もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。
そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付きで多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということでこの時間のお相手はスパヤボーカルヨスケとドラムのケンタでした。それではまた来週。